ありのままでという生き方について向き合う期間であることがわかります。こんにちは。スピリチュアルで夢実現を提唱するスピリアルアカデミーザ・ガイアハウスオーストラリアの開運先生術師新海真希です。今日は2026年6月30日から始まる木星獅子座期の1年間にフォーカスをした星読み動画をお届けします。木星が獅子座に入ってすぐに起こる強烈なアスペクトの影響についてもお話をしていきます。また獅子座木星期のビジネス運、恋愛と社交、健康についての注意点もお届けします。この獅子座木星期を最高の一年にするためにぜひ最後までご覧ください。さあ、木星は2026年6月30日に獅子座に入り、12月の13日から2027年4月13日までは逆行します。そして2027年7月26日まで合計13ヶ月獅子座に滞在することになります。木星は触れるものすべてを拡大していく天体です。獅子座木星が負のエネルギーを拡大した時に起こりがちなのは、横柄さや支配的な態度、大げさな振る舞いや自己顕示欲、そして過剰な自意識といった形で現れます。その一方で、ポジティブなエネルギーとして拡大していくと、喜びやチャレンジ、五感を楽しむこと、自己表現や無邪気さ、セルフエスティーム、クリエイティビティやアーティスティックな表現、そして音楽といった素晴らしい分野へと広がっていきます。獅子座木星は基本的にはかなりポジティブな波動を持ちますが、この時期は調子がいい人ほど気をつける必要もあります。今回獅子座木星滞在中の13ヶ月、様々な天体と木星がハードなアスペクトを取ります。その時は調子に乗りすぎて気づかないうちに人の信頼をなくしたり、呆れられる言動を繰り返し気味になるので気をつけましょう。ですが、もちろん獅子座に木星は今回ソフトなアスペクトもかなり多く取っていく13ヶ月ですから、ぜひ生かしていきたいところです。ということで、いつものようにもともと私の専門は歴史なので、このエネルギーの流れを予測しやすくするために、過去の木星獅子座期にどんなことが起こったのか振り返ってみましょう。まず、前回となる1990年8月18日からの獅子座木星期。私は個人的に大学を卒業後、日本で就職しないで、もう日本を出てオーストラリアに行っちゃおうという、実は移住したタイミングでした。世界ではその頃湾岸戦争が勃発し、東西ドイツが統合され、現在のインターネットの出発点となるワールドワイドウェブ、つまり WWW が生まれた時です。まさにネット社会が始まった年でした。実は私はオーストラリアに渡ってすぐ就職した会社で一気に出世しまして管理職になったんですが、持ち前の真面目さから家でも仕事をするためにコンピューターをその時買いました。当時まだ個人で持っている人はほぼいない時代、今ではもう考えられないぐらいでっかい PC でした。そこからずっとコンピューターを使っています。それからソ連崩壊への加速。日本ではちょうどバブルの終焉と崩壊の始まりの年がここでした。つまりこの時期は社会の古い支配的な権力や過剰な自己顕示欲といった獅子座の木星の負のエネルギーが崩壊していくっていうものを生んでいったと同時に、新しい世界規模のネットワーク、自己表現の始まりというポジティブなクリエイティビティが拡大した時代。まさにインターネットの始まり、自己表現できる場所の始まりは獅子座木星期のいいところです。で、私自身のオーストラリア移住も新しい世界でのチャレンジと自己表現の喜びというポジティブなエネルギーが反映された出来事でした。そして前々回となる2002年8月の2日からの獅子座木星期は、私にとっては息子が1歳になり成長の遅れを感じて非常に苦しかった本当に1年でした。
一般的な成長曲線並みに言葉が出なかったんです。でも私も人生の初期はほとんど言葉を話さなかったことを思い出しました。その時の記憶があって、一切でも言葉を話さなかった私、息子、話さなくても通じていると思い込んでいたんで話さなかったことを思い出しました。親に病院に行かれて初めて、周りは話さないと伝わらないんだということに気づいたということにも思い出しました。そこから私の息子もユニークな成長曲線があると信じて独自の子育てを始めて今に至ります。ちなみに息子は今では24歳、誰よりもおしゃべりです。で、この時期世界では SARS の流行やイラク戦争があった時期なんです。小泉総理の北朝鮮訪問、これ大きな出来事でしたね。日朝首脳会談が開かれて、北朝鮮が初めて日本人拉致を公式に認めるというかなり大きな出来事がありました。こういったところから国家間の支配的なエネルギーの衝突や大げさな不安や拡大という負の側面が現れると同時に戦争が起こりましたからね、イラク戦争。隠されていた、事実への強い主張という側面もありました。日本が表現していった獅子座の木星ですね。私自身の子育ての経験、今言ったように言葉を返さなくても通じ合えるという無邪気な感覚を持ったこのセルフエスティームを信じて育てるというためにいろんなことを学び始めました。そしてその時に学んだものが今私が提供している全てのメソッドです。前回2014年、まだ記憶に新しいでしょう。7月の16日からの獅子座木星期、実は私は自分のお店をオープンした年です。つまり今年で12年目を迎えます。社外ではアナと雪の女王が大ヒットしました。ありのままで、ちょっと音痴ですが、ありのままでという言葉が流行して、それからこれですごく良かった。青色ダイオードで日本人のノーベル賞受賞者が3人だったかな、ありましたよね。一方でスタッフ細胞ありますの騒動もありました。過激派組織や、の台頭ですね。ウクライナ危機もありました。香港でのデモ、新たな世界秩序の始まりがあって、日本では安保政策の転換もありましたね。地方創生が動き出したのもこの年です。ありのままでという言葉の流行は、まさに獅子座木星のポジティブな自己表現という喜びの拡大そのものだったと言えると思いますし、ノーベル賞細胞の騒動はクリエイティビティの光の側面と影の側面、日本のいいところと影の部分が如実に現れた出来事かもしれません。世界情勢の危機や政策転換もそれぞれのアイデンティティを強烈に主張し合うエネルギーの現れもあったのがこの頃でした。私のお店のオープンはチャレンジと自己表現という最高の波動のマニフェステーションでした。ちなみに私は月が獅子座でアセンダントも獅子座なので、この獅子座木星期の影響をすでに受けるんですね。常に受けるんです。そして学び始めた後の前回の時は12年前は知ってましたから、絶対アセンダント獅子座の私、木星獅子座期になんか始めないとめっちゃもったいないやんと思ったので、ちょっとバタバタと慌てて自分の店をオープンさせるということをやったので、特に私は影響を受けやすいタイプでした。こうしたこれらの過去の出来事から木星獅子座期はまさにありのままでという生き方について向き合う期間であることがわかります。エルサのように誰かを傷つけるのではなくて、その才能を使って世界に自分の価値を表現して自己表現していく期間です。エリサの力は無謀に使うと傷になりますが、誰かへの愛に向かうと最高の武器となりました。獅子座は自意識が高く自己表現したい場所です。でも、オーディエンスや脇役がいて初めて主役として輝けることを忘れてはいけません。皆さんも自分の持って生まれた本質に影を見ることがあるかもしれません。それでも、愛のためにその才能を使うと必ず光になり主役になれるはずなんです。
例えば引っ込み思案じゃなくて人の話を共感して聞けることで誰かの心を癒します。うるさい人じゃなくてそれがきっかけで場のエネルギーが動き出したりします。ありのままでの本当の意味は今のままでいいよということではなくて、本当のあなたの持って生まれたバースチャートの星を生きることがありのままでだと占星術師的には思います。ではこれを踏まえて2026年6月30日からの今回の獅子座木星期で何が起こりそうかを予測してみます。これからの時代は古い支配的なシステムや横柄な権力がさらに淘汰されていきます。人々がありのままの自己表現とクリエイティビティを発揮して新しい秩序を作っていく流れが加速します。それを知るために占星術とかカードリーディングとか本当のあなたのソウルのありのままでを見つけることができるツールもより必要とされると思います。すべての出来事には波動があります。私たちが発している周波数を上げて高い波動の人生を実現していくためには、獅子座の木星のポジティブなエネルギーを意識して五感を満たして人生を子供のように無邪気に楽しむ姿勢はとても重要になります。獅子座木星期は推し活の場所でもあります。推し活をして喜びを共有するのも素晴らしい開運行動になるので、推しがいない人は2次元でも3次元でも別にどっかの国とか動物とかでもいいです。ぜひ推しを見つけて推しのために愛を注ぐ時間を持ってください。全体的な流れとしては、木星は獅子座に入ってすぐ次々とトランスサタニアンとアスペクトを取っていくのが特徴的です。こうした影響から前半はとにかくやってみるしかないという感じです。獅子座木星のポジティブなエネルギーを使って自分が楽しいと感じることを学び挑戦してみる時期です。木星はそもそも学びの天体であるので、獅子座的に子供の時のようにそれが何の役に立つのか将来かなど考えず、心から楽しいから学びたいという感覚がいいと思います。そして中盤からは問題を増幅させていないか、やり方合ってるの？やってみたことや表現してみたこと、クリエイトしてみたことを見直すアスペクトが目白押しとなりますので、そういった影響は多く見られます。そして最終的に後半になると、獅子座木星期らしく自信を持ってさらに上を目指すという流れになっていきます。ここで特に重要な時期のアスペクトの星読みを特に入ってすぐ7月あたりですね、ちょっとお話ししておきます。もちろん今後ずっとアスペクトについては定期的にそれがやってくる前にいろんな動画を出していきますが、2026年7月ですね、2日、実は木星が獅子座に入ってすぐカイロンとスクエアを起こします。そして続いて魚座ドラゴンヘッドとのクイーンカンクスが形成されます。これは私たちが信じているもの、根本的な信念をちょっと揺るがすような、試すような出来事が起こり、皆さんを混乱させ、動揺に陥れますので、罠にはまらないように気をつけてください。自分の意見やビジョンが周囲に理解されないで孤立感を覚えることもあるかもしれませんが、このテストの経験は最終的に自己肯定感を高め、人生の目的を理解するための重要な教訓となります。そしてクイーンカンクス、過去のパターンを手放す調整を促してきます。自分の本当のニーズを見つめ直して人生哲学を再評価してねという感じになります。こうした7月前半の見直しの中で20日に木星が海王星とトラインし、冥王星とオポジションとなります。成功と理想への情熱がぐわーって高まるっていうことですけれども、でも冥王星は真向かいにいるということは慎重に行動しなさいを促しています。冥王星が真向かいにいるときはいつもこう。それでもなお寛大さと
広い視野を持ちつつ自分の未来へのモチベーションを上げていくということも同時に大切です。そして次の日に木星と天王星がセクスタイルを形成します。学んできたことが行動や結果に結びつきやすいアスペクトですから、さらにやる気が出ていくという流れです。木星が獅子座に入って最初1ヶ月は古い価値観や制限的な信念を浄化して個人のアイデンティティを見つめ直しながら新しい改革的なエネルギーへとシフトしていく、そして自分の信念を確認する非常にパワフルな期間となりそうです。そしてその後はですね、木星にとって最も大事なアスペクトである土星と木星のトライン。もうこのアスペクトは本当に大事。これ、獅子座木星期間中に何度か体験します。多分3回ぐらいある。その度に未来のビジョンに向かってどれだけ現実的な行動を起こしたのかっていう問いかけがある。で、これはご褒美アスペクトなので、やった分だけその都度ご褒美3回に分けてもらえるよということになります。またこのアスペクト近くなってきたら動画を上げますね。さあ、ここからは獅子座木星期におけるビジネスやキャリアについての星読みです。キャリアやビジネスでより大きな成功をこの時期収めるためには、誇り高く自信を持って自分の信じていることをしっかりと自信を持って、しかも寛大で誠実な態度を他に対して取るという仕事の取り組み方をしましょう。繊細な些細なことにこだわらず、常に高潔な道を選んでください。自分を安売りしたり我慢しなさいという意味ではないです。もうわかりますよね。何かを得ようとするよりも与えようとするマインドがビジネスに幸運をもたらします。おまけ付きとかね、結構いいかもしれません。人間関係と恋愛については、活気に満ちておおらかで無邪気で愛情深く自己表現豊かな人々が人気となります。バラの花束ポンってあげれちゃうような人が人気となる。そして、獅子座は恋愛の場所でもあり、木星が入るということは、世の中で恋愛へのモチベーションが上がるということなので、多くの声が生まれてきます。いいですね。でもこれ、誰かから誰かを奪うような激しい恋も増えるということです。だからこそ自分が愛する相手に分かりやすく大胆に大げさに愛をバラの花束持って表現していることも大事ですよ。取られちゃうよ、そうしないと。っていう意味でもあります。言わなくても愛してるって分かってようは通用しないのが獅子座の木星期です。続いて、健康とエネルギーについて、木星は何でも拡大しますと言いました。これよく間違えて、木星ってもうラッキーなことだけを起こすと思ってる人いますけれども、拡大するっていうのは大体いい意味で取ることが多いからそう言ってるだけで、悪いものも拡大します。なので、獅子座に、木星がある人は、あるいは天体が多くある人は、体重が増えやすくなります。まあそれは別に悪いことじゃないですけれどもね。獅子座は心臓や体の中心部分、背中、背骨、こういうところですね。あと、太陽神経層という、神経器官が集まっているこのど真ん中に関係しています。なので、五感全体にも影響を与えます。つまり、視覚、聴覚、収穫などにも関係しています。こういうことからも、高血圧、高血糖、食べ過ぎということには気をつける。五感が拡大されると何でも美味しくなっちゃうのでね、つい食べ過ぎちゃいます。それから特に視覚に関しては、携帯の使い過ぎに注意が必要です。先ほどの冥王星オポジションの時期などは特に無理をしたり、食べ過ぎたり、やりすぎっていうものには、食べ過ぎたりやりすぎにすごい注意なので気をつけてください。ですが、自分の五感を喜ばせるということで、長生きしたいって体が、楽しい長生きしたいと思うことで免疫力が上がる時なので、やはり楽しいことをたくさんすることも大事です。本当のソウルの声を聞くというのもここでも同じですね。ということで、本当のソウル、魂、バースチャートがしましてくれる、ありのままのあなたで生きる一年にしてください。
12星座別の木星獅子座記についてもまとめてあるんですが、これ別動画かキャプションからいつも入れるようになってる、毎日上げてる星読みのノートの記事ですね。誰でもアクセスできますのところに上げるつもりですので、ぜひチェックしてください。では、よっこらへ。最後に木星獅子座記について、これを見てる皆さんに共通の宇宙からのメッセージを下ろすこのカードで1枚引きを、なんとここにバーゴが出ました。これ獅子座の次、来年の今頃は今度は木星は乙女座に入っていくんですけれども、その乙女座のカードが出ました。で、これは今のこの獅子座期、今言ったことを生かして進むことで最高の乙女座期を迎えることになるのではないかという示唆もありますね。乙女座はとても健康運を上げてくれる場所でもありますし、今やっていることがそのまま、乙女座木星期に生かされるという意味でもありますし、これは心配りなんですよ。もう乙女座といえば心配りが素晴らしいです。で、獅子座ってあんまり考えないで目立って自分でなんですけど、そこにいる脇役にもちょっと声をかけてみるみたいな主役の方が人気が出るのかもということを意識して、どうぞ皆さん素敵な木星獅子座期をお過ごしください。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。